皆さん今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。今日はとても面白いテーマです。外国人が 100% 言う日本語トップ10。日本語の教科書には載っているけど、実際の日本人はあまり使わない言葉って意外と多いんです。そして面白いことに、外国人の日本語学習者は皆さん同じ言葉を使います。今日は外国人あるある日本語を紹介しながら、リアルな日本語も紹介していきます。それでは早速見ていきましょう。一つ目、私の名前は何々です。外国人の方はよく使います。例えば、私の名前はジョンです。でも日本人は普通こう言います。ジョンです。もしくはジョンって言います。日本語は主語を省略する言語なので、私の名前は何々だとちょっとスピーチっぽく聞こえます。なので、もし皆さんが自然な日本語を喋りたかったら、主語を省略して名前だけ、伝えましょう。例えば私だったら、はじめまして、ゆりこです。はじめまして、ゆりちゃんです。はじめまして、ゆりこって言います。そんな風に言います。はい。次に、あなた。以前にもこのワードは取り上げたことがあるんですが、あなたはね、よく使う大きな間違いかなって思うんですけど、例えば、あなたはどこから来ましたか？外国人の方はよくね、言うと思います。ただ日本人はあなたをほとんど使いません。普通だったら、名前プラスさん、ゆりこさんはとか、ゆりこちゃんはとか、名前がわからなかったら、もう名前を呼ばないで、ただね、どこから来ましたかだけ伝えたりなど、とにかくね、日本語は二人称を避ける文化なんですね。なので、ゆりちゃんはどこから来ましたか？もしくは私の名前がわからない場合は、名前を省略して、どこから来ましたかとだけ言った方がいいかもしれませんね。三つ目、元気ですか？英語のね、How are you? と同じ感覚で、元気ですかという人が多いです。でも日本語だと本当にね、体調とか状況を心配している時にだけ使います。うん。なんか挨拶っていうより、元気ですかっていうと、本当に今ね、すごい元気があるかとか、風邪ひいてないかとか、なんか、なんで元気か聞かれたのかなって、英語だとね、How are you? ってすごく自然に使うかもしれないんだけど、日本語で元気ですかって言われると、なんか元気がないと思われてるのかなって逆に思っちゃうのね。多分普通の人は。だから、別に病気になってないんだけど、なんで元気かって聞いてくるんだろう、この人ってちょっとね、思ったりします。日本人はね、意外と言わないような気がしますね。はい。なので、挨拶だったら、ただね、こんにちは、最近どうとか、っていう風にね、言った方がいいかもしれませんね。その方がナチュラルかなって思います。4番目は、さようならです。これはね、教科書日本語のね、代表かなって思うんですけど、日常会話ではね、ほとんど使いませんね。私もね、なんかさようならって今口に出して思ったけど、本当に使ったこといつあるかなっていうぐらいね、ほとんどないです。普通は、じゃあねーとか、またねーとか、バイバーイって感じですね。さようならっていうのは、もうね、なんか永遠のお別れとか、学校で先生が今日も一日、じゃあ次の授業で会いましょう。さようならって言って、なんか生徒がみんな
さよならって言って終わるみたいな。なんか学校の挨拶って感じかな。そうね。会社でも、お先に失礼します、さよなら。そうね、会社だと言うかな、お先に失礼します、さよなら。うん。でも、プライベートで使うことはあんまりないようなイメージがありますね、さよならって。うん。面白いですね。なので、なんか学校とか会社での挨拶としては使うけど、友達同士ではさよならってあんまり使わない言葉かもしれませんね。あと結構、私がもしね、夜ね、遅くまで飲んだりしてて、なんか、お別れするときは、なんか、おやすみなさいとって言ったりしますね。その辺はね、臨機応変に使い分けたらいいかなって思います。5番目、とてもありがとう。これはね、英語の、ベリーサンキューとか、サンキューベリーマッチとかの影響かなって思うんですけど、自然なのはね、本当にありがとうとか、どうもありがとうとか、ありがとうございましたかなって思います。とてもありがとうは、なんでかわかんないけど、ちょっとだけ変な感じがあります。はい。このね、感覚をね、日本語で言語化するのは難しいんだけど、なぜかちょっと変な、感覚があります。6個目は、私は何々です。多分ね、外国人の皆さんの中には、文章の最初に必ず、私はをつけなきゃいけないと思っている人がいるんですが、日本語では主語を省略したがるんですね。なので、例えば、私は日本に住んでいます。って言うとね、相手がいるときにそれを言うと、ちょっと変なんですね。自然なね、会話では、ただね、日本に住んでいます。それだけですね。なので皆さんがもし、ちょっとね、自然な日本語を喋りたかったら、私はを省略すると一気にレベルが上がる気がします。7番目、日本語を勉強しています。これは外国人の方が一番言う日本語かもしれません。もちろん正しいです。日本人の人がね、聞くと、おー、日本語学習者だってね、すぐにわかります。はい。続いて8番目。お元気ですか？これはね、かなりフォーマルかなって思います。使う場面としては、手紙とか、久しぶりの連絡。普通の会話では、実はあんまり使いません。そして9番目、愛してる。外国人の方はよく言うかもしれませんが、日本人はほとんど言いません。使う場面かな？もうなんかドラマとか歌の歌詞ではあるけど、日常生活で愛してるって言わないかもしれない。うん。好きとか大好きかなって思います。はい。そして10番目。あなたの国はどこですか？これは日本語として実は少し変です。自然なのは、どこの国から来ましたか？どこの国から来ましたか？もしくは、出身はどこですか？はい。そして11番目。とても楽しいです。外国人の方がね、よく使いますね。多分日本人は、すごい楽しいとか、めっちゃ楽しいとか、楽しいとだけね、言うことが多いです。先ほどのね、とてもありがとうと被るんですけど、確かに、とてもってすごくね、強調するワードなんだけど、とてもってちょっとすごくね、礼儀正しい印象がありますね。このケーキとても美味しいですね。一気に教科書っぽい日本語に変わるんですね。このケーキめっちゃ美味しいねとか、このケーキすごく美味しいねって言うと、ちょっとカジュアルになるんだけど、このケーキとても美味しいです。このケーキとても美味しいねって言うと、ちょっとね、教科書っぽい、なんか、礼儀正しい日本語になる感じがありますね。で、12番。これも先ほどの私の例と被るんですけど、とても美味しいです。これね、もちろん正しいんですけど、日本人はめっちゃ美味しいですとか、すごく美味しいです。美味しいということが多いです。
そして13番、私はそう思います。日本語を勉強している外国人の方がよく言うフレーズかなって思います。例えば、私はそう思います。私はそれが好きです。私はそれがいいと思います。もちろん日本語の文法としては正しいです。でも、日本人の会話では主語をあまり使いません。例えば、そう思いますとか、そうですねとか、いいと思います。そう、日本語ではね、誰が言っているかは文脈でわかるという文化なので、毎回ね、私はをつけると、ちょっとね、教科書っぽい日本語に聞こえるかもしれませんね。はい。そして14番目。あなたはどう思いますか？英語の What do you think? をそのまま日本語にすると、あなたはどう思いますかになります。でも日本語では、これも少し硬い表現に聞こえます。普通の会話では、どう思いますかとか、どうですかとか、どう思うこんな風に、あなたを省略することが多いです。実は日本語は相手の名前を使う文化なので、モンチさんはどう思いますかとか、モンチさんはどうしたいモンチさんはどうですかそんな風にね、言う方が自然なこともあります。15番目。日本はとても安全です。これは外国人のコメントで本当によく見る日本語です。例えば、日本はとても安全です。日本はとても清潔です。もちろんこれはとても嬉しい言葉です。ただ日本人はこのように言われるとよくこう答えます。いや、そんなことないですよ。これは日本人の文化で謙遜と言います。自分の国や自分のことをあまり強く褒めない文化です。はい。16番目。日本人はとても親切です。これも外国人の方がよく言う日本語かもしれません。日本人はとても親切です。日本人はとても優しいです。日本人はこの言葉を聞くととても嬉しいです。でも同時に日本人は、よくこう言うかもしれません。人によりますよ。つまりね、人によって違うよという意味です。これは日本人の一般化を避ける文化とも言えるかもしれません。あとはね、もちろん謙遜しているかもしれませんね。17番目、日本食が大好きです。外国人の方が日本に来たとき、とてもよく言う言葉です。日本食が大好きです。寿司が大好きです。ラーメンが大好きです。日本人はこれを聞くととても嬉しいです。なぜかというと、日本では食文化がとても大切だからです。日本人にとって食べ物を褒められることは文化を褒められることでもあります。18番目、日本語は難しいです。日本語学習者が必ず一度は言う言葉です。日本語は難しいです。漢字が難しいです。でも実は日本人も同じことを思っています。日本語はひらがな、カタカナ、漢字、この3つの文字を使うとても珍しい言語です。なので難しいと感じるのはとても普通のことです。またね、日本人の多くは英語に対して、コンプレックスをすごく持っているので、英語の方が難しいとね、思っている人も多いと思います。
なので皆さんがね、日本語が難しいって感じるのと同じように、私たち日本人も英語が難しいと思うんですね。なので、日本語が難しいですっていう言葉はね、全然問題ないかなって思います。そして19番目、すみません。これは外国人の皆さんが最初に覚える日本語の一つですね。すいません。この言葉はとても便利な言葉ですね。例えば、謝るときにすいませんでした。店員さんを呼びかけるとき、すいません。それから感謝するとき、本当にすいませんでした。英語ではね、sorry とか excuse me, thank you とか、意味が分かれていますが、日本語ではすいません一つで使えることがあります。これは日本語のとっても面白い特徴かなって思います。20番目、日本が好きです。これは日本人が一番嬉しい日本語かもしれません。日本が好きです。日本が大好きです。日本人はこの言葉を聞くととても嬉しくなります。なぜなら外国人の方が自分の国を好きと言ってくれることはとても特別なことだからです。もし日本人と話すときはぜひこの言葉を使ってみてください。きっとね、会話がもっと楽しくなると思います。今日は外国人が 100% 言う日本語トップ20を紹介しました。日本語は教科書の日本語と実際の日本語が少しね、違う言語だなって思います。でもそれが日本語の面白いところでもあります。もし皆さんが日本語を勉強しているなら、今日紹介したリアル日本語もぜひ使ってみてください。それでは今日も一日お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。